皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では世界情勢がますます混沌としてきた中でエネルギー危機というものがいかに重要かということについて今一度考えてみたいと思います。ウトロの紛争にしてもイスの国と浜部隊の紛争にしても日々状況が悪化していますので予断を許さないわけですが、こうした状況において何の危機感もなく過ごしている人がほとんどだと思います。かくいう私も過去を振り返ってみれば世界で起きている危機的状況について何の関心を持っていない時期もありまして、今思えばあの時大事に至らなくてよかったとほっと胸をなで下ろす次第です。なので今この時点で世界情勢について関心がないという人の状況も理解できますが、何度も言っているように今回はいつもと違うと思います。あらゆるセクターで今まではまかり通ってきたおかしなことが通用しなくなってきたと感じています。今回は特にエネルギー危機によって引き起こされる停電について、高層マンションいわゆるタワマンにお住まいの方がどれだけ危機的状況に追い込まれるかについて話をしていこうと思います。電気にまつわる話はほぼ全員に関係のある話だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、直近の情報ではロによるウの全土と言っていいほどの範囲で空爆が行われたそうです。迎撃できたものもありますが、そのうちの何十発は着弾し、一般市民に甚大な被害が出ています。ウトロの紛争は一進一退を続けており、収束のめどが立たない状態になっています。そんな中、つい先日プー大統領と隠蔽国家主席が会談したという報道がありましたが、その中でプー大統領はウトの紛争は5年は続くのではないかと言ったそうです。これが本当だとすると、今後はまだまだ不安定な状況になっていきそうです。ウについては戦後の復興費用について世界銀行から融資がなされましたが、日本がその保証国になっています。 EU への加盟を希望している国なのですから、 EU 方面の国で協力すればいいのに、なぜ日本がそこに首を突っ込む必要があるのでしょうか。現実的にその返済は日本がすることになるのでしょうし、その負担は増税という形で国民に負担を強いるつもりなのでしょう。そして中東に目を向けると、約4年前の2020年1月3日にイラの国革命防衛隊の司令官であるソレイマニ氏がアメの国の攻撃によって暗殺されたわけですが、今年2023年12月26日に今度はイスの国の攻撃によって同じくイラの国革命防衛隊の幹部であるムサビ氏が殺害されました。ムサビ氏はソレイマニ氏の側近だったということで、これはかなり悪い状況になったと思います。血気盛んなイラの国革命防衛隊の兵士たちが黙って見ていられるわけありませんし、このまま黙っていたら兵士たちからの信頼が崩壊してイラの国の政権が転覆するという事態にもなりかねません。その後、イラの国からは報復宣言と取れる声明が出されているので、いよいよイラの国が表立って動き出す気配がしてきました。ホルホル海峡の封鎖が実行されないことを祈るばかりです。バベデブ海峡はアメの国による警護付きを条件に海運企業のマースクが運航を再開することになったそうですが、一触即発の状況ですから何かが起きる可能性は高いと思います。そして私たち日本にとって文字通り生命線となっているホルホル海峡の状況は同じく悪い方向に向かっていると判断した方がいいと思います。前の動画でもお話しした通り、ホルホル海峡を通って日本に運ばれている石油は 90%、天然ガスは 20% なので、もし輸入量が減った場合の影響は計り知れません。ちなみに封鎖されて中東地域からの輸入量がゼロになった場合は考えたくありませんが、そんなことになったら現実として日本経済も日常生活も吹き飛ぶことになります。しかしその可能性はゼロだと言い切れる人がいるでしょうか。今世界で起きていることは専門家たちの予想外、想定外のことばかりが起きています。専門家たちは過去のデータや様々なデータをもとに予想していると思いますが、データに現れない人間の感情という部分が今の結果に大きな影響を及ぼし始めているのではないでしょうか。中東からの石油、天然ガスが入ってこなくなるという可能性はゼロではないとしながらも、半分になる可能性ということもあると思います。いずれにしても日常生活に支障が出ることは間違いありません。そんなことになったら私たちの生活においては電気というものが通常通り供給されなくなり、ガソリン、軽油などの入手も限定的になると思います。そうなると
私がこのチャンネルで何度か取り上げた高層マンションにお住まいの方は生死に関わる事態になると思います。決して大げさな話でも不安を煽る話でもありません。もうそんな低レベルの話をしている場合ではないと思います。前の動画で取り上げた時は地震などの自然災害による停電を想定したものだったのですが、今回は発電に使用する燃料が絡んでくる話です。皆さんは高層マンション、いわゆるタワマンでの災害時の対策をご存知でしょうか。エレベーターは非常用電源というものによって動くことになっています。2011年に起きた東日本大震災の時には東京都内でも停電となったのですが、非常用電源を使用することなく住民は不便を強いられたそうです。なぜ非常用電源を使用しなかったのでしょうか。その理由は、非常用電源となる発電機は4時間程度の稼働しかできない状況だったため、病人や怪我人が出た時のために使用していなかったというのです。いわゆるタワマンというのはだいたい20階建て以上の建物を言うのですが、20階に住む人が食料や水を手に入れるために地上階まで上り下りすることを想像してみてください。健康体であってもそれはかなりの負担になると思います。では病気がちであったり、高齢者で足腰が弱まった人だったらどうでしょうか。その場合6階建てでもきついと思います。そのような状態で食料備蓄や水の確保ができていないという人は間違いなく命を落とします。健康体であってもかなり危険な状態になるでしょう。ちなみに非常用電源の設置義務は建築法と消防法で違っており、消防法では延べ面積1000平方メートルを超えるものに設置義務を設けていますし、建築基準法では地上31メートルを超える建物には設置義務があるといいます。だいたい15階建てということでしょうか。逆に言うと、それ以下の建物には非常用電源は設置されていないという現実を知っておく必要があります。もちろん建物によっては設置義務がなくても、万が一のことを考えて設置している建物もあると思います。ところで地上15階建ての自宅から地上階まで水を10リットル運ぶことを想像してみてください。そしてぜひ試してもらいたいのですが、10リットルの水を使って食器の洗い物をしてみてください。恐ろしいほどの速さで水はなくなります。ちょろちょろと出していてもです。私は自宅で経験を積むためにそれらをやったことがあるのですが、水道から水が出ることのありがたさがよく分かりました。東日本大震災の教訓から今現在では、命綱となるエレベータの非常用電源の稼働時間は4時間から24時間、72時間、1週間へとより長く使用できるよう対策を始めているとのことです。高性能なポータブル電源を使用した使用時間無制限システムも出ているなどの情報もありますが、どれほど普及しているのか不明です。もしご視聴の皆さんがマンションにお住まいの場合は、自宅マンションの発電稼働時間がどのくらいなのかの確認は必要だと思います。そして何機のエレベーターが稼働するのかということも押さえておかないと、非常時には使用する人たちが多数出て、ほぼ使用不可状態になる可能性もあります。ここが重要なのですが、もし中東紛争の影響でエネルギーの輸入に支障が出た場合は、震災時よりも長い期間悪影響が出ることを理解した方がいいと思います。ウトロの紛争によっての国からの小麦に依存していた国々では貧困層から上で命を落としている人たちも出ていることを考えると、まさかそんなことは起きないとは考えない方がいいでしょう。今この瞬間にも最悪なことが世界中で起きているのです。今想定されているエネルギー危機が起きた場合は、もはや仕事どころではなくなってくると思います。シーレーンに支障が出るということは、国内の陸送にも影響が出るということなので、何から何まで流通がストップします。停電時には水道もストップすると考えた方がいいですし、トイレにも困ります。当然食料も困ることになります。多くの人はテレビ、新聞などのマスコミで取り上げないから安心しているのでしょうか。もしマスコミで取り上げてしまったら日本全国パニックになりますから、輸入が途絶えることになるまで言わないと思います。そうして考えるといずれにしてもパニックは避けられないということになるのでしょうね。この状況では日本中の人たちが困ることになると思いますが、困らない地域があるとすれば田舎にお住まいの人たちかもしれません。庭には井戸があり、畑があって自給自足をしている人たちです。最悪なのは都会に住んでいる人たちで、特に真っ先に命の危機に遭遇するのは高層マンションにお住まいの人たちです。中でも高齢者、足が不自由な方、病気がちな方は深刻な状態になると思います。私はかつて町内会の会長を務めていたことがあるのですが、今の時代個人情報の取り扱いが厳しく、その地区に住んでいる人たちの家族構成、一人暮らしかどうかの情報などは厳重保管されていました。
それは集合住宅においても同様だと思いますし、都会に住んでいる人ほど隣の人のことは全く知らない状況でしょうし、非常時には個人情報保護が足かせになることは間違いありません。本当に恐れなくてはならないのは、郵便物に堂々と書かれている住所氏名などではなく、血液情報や遺伝情報がわかる医療関係の情報の取り扱いです。これこそが個人情報だと思いますし、その管理を隣の赤い国の企業に委託しているわけですから、全く意味が不明なことをしています。話がそれましたが、水の確保と食料備蓄、トイレをどうするかの検討は大至急対応しておかないと命に関わることになると思います。同じフロアで住んでいる人の中には、情報源をテレビ、新聞に頼っている人がいたら厄介な状況になると思います。これは戸建てに住んでいても同じですが、特にマンションのように壁一枚向こうに住んでいる高齢者が水と食料を分けてほしいときたらどのように対応するつもりでしょうか。自分に置き換えて考えても恐ろしい状況になります。この状況に似たことが隣の赤い国でのゼロコロナ政策の下では日常茶飯事に起きていたことをご存知でしょうか。マンションの外から出られないように扉を溶接されるなどしていたのですが、地獄のような光景がそこにはあったそうです。上で命を落とすというのは地獄で、耐えかねた人の何人かは窓から身を投げ出したということも起きており、その様子を映した動画が SNS 上に投稿されていました。絶対起きない話ではないということです。そんなことは日本においては絶対起きないと誰が言えるのでしょうか。歴史を遡れば日本でも起きていたということなのに、平和ボケにも程があると思います。ぜひ自分や家族の身を守るために最悪を想定した行動をお勧めします。いかがだったでしょうか。今回取り上げたのは20階建て以上のタワマンに迫り来る危機について取り上げてみましたが、誰も経験したことのないことなので実感が湧かないのではないでしょうか。しかし今起きている中東情勢においてどれだけ危険予知を行えるか、そしてどれだけ行動に移せるかが鍵になると思います。そしてスイッチを入れれば明かりがつくということが日本では当たり前になっていることですが、そんな当たり前があっさりと崩れ去るというのが今起きている非常事態です。遠く離れた中東地域の紛争の影響によって日本では発電に影響が出て、物流に欠かせないトラックが動かなくなってしまいます。それは日本人にとっての日常が失われるということにつながるのです。そこから同時に起きるのは食糧危機であり、糞尿の処理の問題です。これらはあらかじめ準備をすることで対策が可能です。今回取り上げたような状況は起きてほしくないことではありますが、一旦起きてしまった時には命の危険にまでことが及びます。だからこそ各自が準備しておかなければならないことだと思います。これも何度も言っていることですが、何も起きなかったらそれはそれでいいではないですか。自分や家族の身を守るために万が一に備える、基本的なことだと思います。当たり前が当たり前ではなくなることが一瞬で起きている現代は、私たちに原点回帰を突きつけてきているのかもしれません。身の危険が迫っているということ、ろくでもない輩たちが世界や日本で何をしでかしているかの認識が広がることで、その悪行を阻止することができると思います。今回は中東で起きている紛争の背景にある真相については触れてはいませんが、一人でも多くの人が真相がバレては困る輩たちが作り出した陰謀論という言葉に騙されてきたことに気がつくことを祈りつつ、動画を終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。